皆さんこんにちは。健康読書のドクちゃんです。今日は最新の論文研究情報をもとに仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴を7つ紹介します。仕事でストレスを感じると心も体も不調になりますよね。でもなぜかストレスに強い人もいます。彼らはどんな秘密を持っているのでしょうか。最新の科学的な事実や統計情報をもとにその答えを探っていきましょう。それでは早速始めましょう。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴その1、朝型である。1つ目の特徴は朝型であるということです。朝型とは早起きして早寝する生活リズムを持つ人のことです。朝型の人は夜型の人よりもストレス耐性が高いという研究があります。米国バーミンガム大学やオックスフォード大学などが大学生や一般市民を対象に行った研究によると、朝型の人は夜型の人よりも脳の前頭前野が活発で、感情や衝動を制御する能力が高いことが MRI で明らかになりました。また朝型の人は夜型の人よりも遺伝的にリーダーシップや創造性が高いという研究もあります。その他にも朝型の人は以下のようなメリットが報告されています。睡眠時間や質が向上する。朝食をとることで栄養バランスが良くなる。朝日を浴びることでセロトニンやメラトニンという神経伝達物質が調整される。一日の計画や目標を立てやすくなる。時間管理や自己管理能力が高まる。これらのメリットは心身の健康や仕事の効率に直結します。朝型の人は夜型の人よりも気分が安定しやすく、ポジティブに物事に取り組めます。朝型になるためには就寝前にカフェインやアルコールを取らない、就寝時刻と起床時刻を決めて徐々に早めるなどの方法が効果的だとされています。朝型になることで仕事でのストレスが少なくなるかもしれませんよ。ちなみにドクちゃんは完全に夜型です。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴その2、ペットを飼っている。特徴その2はペットを飼っているということです。日本の大学教授や米国心臓学会などが言ったペットを飼っている人とそうでない人を比較した研究では、ペットを飼っている人は飼っていない人よりもストレス耐性が高いという研究があります。ペットを飼っている人は飼っていない人に比べて自殺年齢や自殺祈祷が低く、貴族意識や自己肯定感が高いことが分かりました。またペットに触れることで血圧や心拍数が下がり、ストレスホルモンのコルチゾールの値が低くなることも報告されています。その他にもペットを飼っている人は以下のようなメリットが研究により報告されています。ペットと触れ合うことでオキシトシンやエンドルフィンというホルモンが分泌される。ペットと遊んだり話したりすることで気分転換や癒し効果が得られる。ペットの世話をすることで責任感や自己肯定感が高まる。ペットの存在や行動に笑顔や感動を覚える。これらのメリットは心理的にも身体的にもストレスを軽減します。ペットを飼っている人は飼っていない人よりもリラックスしやすく、穏やかに物事に対処できます。またペットを飼っている人は飼っていない人よりも社会的なつながりが豊かであるという研究もあります。仕事のストレスもペットを飼うことで癒されそうですね。ちなみにドクちゃんは猫派です。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴その3、仕事中に音楽を聴く。特徴その3は仕事中に音楽を聴くということです。日本の国立音楽大学や米国マサチューセッツ工科大学などが言った学生や一般市民を対象にした研究によると、音楽を聴く人は聴かない人よりもストレス耐性が高いという研究があります。音楽は心の安定やリラックス効果をもたらし、ストレスホルモンの分泌を抑えると言われています。音楽には脳が幸せだと感じるドーパミンやエンドルフィンを分泌させる働きもあり、ストレスを和らげてくれます。その他にも音楽を聴くということは数々の研究でメリットが報告されています。音楽に合わせて呼吸や心拍数が調整される。音楽によって感情や記憶が刺激される。音楽に集中することで雑念や不安が減る。音楽によって気分やモチベーションが上がる。音楽によって創造性や集中力が高まる。これらのメリットは心理的にも身体的にもストレスを緩和します。これにより仕事中に音楽を聴く人は聴かない人よりもリラックスしやすく、ポジティブに物事に取り組めます。また音楽を聴く人は聴かない人よりも学習能力や認知能力が高いという研究もあります。ですが音楽を聴きながら仕事に取り組めない人も多くいると思います。そんな人は仕事の休憩中などに自分の好きな音楽を聴いてリラックスすることで仕事でのストレスが少なくなるかもしれませんよ。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴その4、チョコレートを食べる。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴その4はチョコレートを食べるということです。日本の明治製菓やスイスの
のネスレなどがいった学生や一般市民を対象にした研究によると、チョコレートを食べる人は食べない人よりもストレス耐性が高いという報告があります。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは血圧や心拍数を下げる効果があるとされています。またチョコレートにはセロトニンやフェニルエチルアミンなどの神経伝達物質が含まれており、気分を高めたり安心感を与えたりすると言われています。その他にもチョコレートを食べる人は以下のようなメリットがあります。チョコレートに含まれるフェニルエチルアミンやテオブロミンという成分が脳内で快感や興奮を引き起こす。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールという抗酸化物質が血管や神経細胞を保護する。チョコレートに含まれるマグネシウムや亜鉛というミネラルが神経系や免疫系に良い影響を与える。チョコレートに含まれるカフェインやテインという刺激物質が集中力や記憶力を向上させる。これらのメリットは心理的にも身体的にもストレスを和らげます。チョコレートを食べる人は食べない人よりもリラックスしやすく、ポジティブに物事に取り組めます。またチョコレートを食べる人は食べない人よりも幸せ度が高いという研究もあります。ストレスを低下させるためにチョコレートを食べるのであれば以下のことに気をつけましょう。カカオ分の高いダークチョコレートを選ぶ。1日に 2030g 程度の量にする。空腹時や就寝前に食べない。仕事中のおやつはチョコレートに決まりですね。ちなみにドクちゃんのお気に入りチョコレートはブラックサンダー一択です。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴。その後笑う。日本の大阪大学や米国ロテスター大学などがいった学生や一般市民を対象にした研究では、笑う人は笑わない人よりもストレス耐性が高いということが分かりました。他にも笑うことで免疫力を高めるナチュラルキラー細胞が活性化し、病気の予防や改善に役立つという研究があります。また笑うことでドーパミンやエンドルフィンなどの脳内物質が分泌され、心身がリラックスする効果もあります。他にも笑うことにはたくさんのメリットがあります。笑うことで筋肉や内臓の血流が良くなる。笑うことでコミュニケーションや人間関係がスムーズになる。これらのメリットは心理的にも身体的にもストレスを解消します。笑う人は笑わない人よりもリラックスしやすく、ポジティブに物事に取り組めるため仕事のストレスが少ないとされているのです。また笑う人は笑わない人よりも健康寿命が長いという研究もありますよ。ドクちゃんは海外の過激なドッキリ動画がツボなので、いつもそれを見て爆笑しています。皆さんもドッキリ海外過激で検索してみてくださいね。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴。その6植物を育てる。日本の東京農業大学や英国エクセター大学などが行った学生や一般市民を対象にした研究によると、植物を育てる人は育てない人よりもストレス耐性が高いという報告があります。植物を育てることは五感を刺激し、感受性を豊かにする効果があると言われています。また植物栽培は忍耐力や協調性を養うことにもなります。植物の成長を見守ることで生命の不思議さに触れ、自分の手で何かを育てる喜びを得ることができます。その他にも植物を育てる人は以下のようなメリットがあります。植物の色や香りによって心理的にリラックス効果が得られる。植物の世話をすることで生きる喜びや達成感が高まる。植物を通じて他の人と交流する機会が増える。これらのメリットは心理的にも身体的にもストレスを緩和します。植物を育てる人は育てない人よりもリラックスしやすく、ポジティブに物事に取り組めるため仕事のストレスの軽減に効果的なんです。また植物を育てる人は育てない人よりも自己効力感や自尊感情が高いという研究もありますので、もしかすると出世しやすいかもしれませんね。ドクちゃんも観葉植物を育てるのが趣味です。名前をつけてついつい話しかけたりもしちゃいます。今寂しいやつだなって思った人はチャンネル登録を強制します。仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴。その7、ボランティア活動をする。米国ハーバード公衆衛生大学院や英国オックスフォード大学などがいった50歳以上の一般市民を対象にした研究によると、ボランティア活動をする人はしない人よりもストレス耐性が高いという報告があります。ボランティア活動に参加することで社会貢献や他者支援の意識が高まり、幸福感や生きがいが高まることが分かりました。またボランティア活動によって死亡リスクや身体障害のリスクが低下し、身体活動も活発になることも報告されています。他にもボランティア活動をする人は以下のようなメリットがあります。ボランティア活動によって社会貢献や他者支援の意識が高まる。ボランティア活動に参加することで新しい友達や仲間ができる。ボランティア活動に関わることで自分の能力や価値観を見直すことができる。ボランティア活動によって
自分以外の立場や視点に気づくことができる。ボランティア活動によって感謝や喜びなどのポジティブな感情が増える。これらのメリットは心理的にも身体的にもストレスを軽減し、リラックス効果があり、ポジティブに物事に取り組めるため、どれも仕事のストレスを軽減し、仕事の成果を高めてくれます。ボランティア活動をするなら、自分の興味や関心のある分野や団体を探し、ボランティア活動の経験や感想をシェアするのがおすすめです。ドクちゃんもボランティアをしたことがあるのですが、大変だったのに終わった後はとても気持ちが良かった思い出があります。まとめ、今回は最新の論文研究情報をもとに、仕事でのストレスが少ない人の意外な特徴を7つ紹介しました。1、朝型である。2、ペットを飼っている。3、音楽を聴く。4、チョコレートを食べる。5、笑う。6、植物を育てる。7、ボランティア活動をする。これらの特徴は心理的にも身体的にもストレスを軽減する効果があります。もちろんこれらの特徴だけではストレスフリーになれるわけではありません。ストレスは個人差や状況によって変わります。自分に合った方法を見つけて日々の生活に取り入れてみてくださいね。最後に視聴者の皆さんに質問です。あなたは仕事でのストレスが少ないですか？もしそうだとしたら、その理由は何ですか？コメント欄に教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。